まあこういった形でね、貝柱が外れたらアワビ使って、アワビの塩釜焼き作っていきたいと思いますと。でこれはね、メガイっていう種類のアワビで、黒アワビだとかエゾアワビっていうのはね、ここがもうちょっと青っぽかったり黒っぽかったりするんですよね。まあメガイの特徴は比較的ね、柔らかくなりやすい。なんでまあ刺身で食べるより加熱調理にね向いてるアワビですかね。貝殻見た時にこれね、比較的赤が混ざる。まあ、もちろんね、エゾアワビとか黒アワビにも赤は混ざるんですけど、赤が混ざっている場合が多かったりしますかね。あと若干ね、厚みがあるアワビでもありますね。ここからね、アワビ磨いて、外して塩釜焼き作っていきますと。でまあ最初にね、こうアワビを磨いて汚れを落としていきます。アワビっていうのはね、ここの面でね、こう岩場にこう張り付いてるんで、結構ね、ここに砂だとか汚れがたまるのと、あとここね、このエンペラの部分に汚れがたまりやすいんで、ここをね磨いていきますと。これね、人によってはね、塩つけて磨く人もいるんですけど、塩つけて磨くとどうしてもね、身が締まるんで、その分ね、火を入れた時の仕上がりが硬くなりやすいので、加熱調理する際は塩使わずにこう磨いていきますね。こんな感じでね、表面磨いて、あとはね、この貝殻も結構ね、こういうフジツボみたいなね、ちっちゃい貝がくっついてたりするんで、これも磨いていきます。全体磨けたら一旦水洗いしますと。こうやってね、水洗いしたらアワビ外していきますと。アワビっていうのはここね、この真ん中に貝柱があるので、この貝柱を、こうね外してあげれば自然とね殻から外れますよと。でね、アワビってね、結構しっかりくっついてるんで、結構力入れて外さないと外れなかったりしますかね。こういった形でね、貝柱が外れたら、あとはね、ここに紐がくっついてるんで、これはね、手で引っかいてあげれば簡単に外れますんで、アワビ外しますと。こういった形ですね。裏側はこのひらひらと、ここね、こっち側のここがアワビの紐の部分ですね。で、ここが肝って形ですね。このね、肝を外していきます。でね、この肝はね、手で引っ張っても外れるんですけど、あんまりね、力入れるとこの肝を破っちゃう可能性があるので、僕はね、こんな感じで包丁で外していきますね。で、肝が外せたら、ここね、ここのエンペラの内側っていうんですかね、この貝殻に隠れてたこの部分にも砂だとかね、汚れが溜まってる場合があるんで、この部分も、磨いてあげます。今度ね、これがアワビの口なんですよ。アワビの口を外しますと。でこれね、丸ごと塩釜焼きにしてもいいんですけど、アワビってね、例えば生で食べるとこっちのね、表面が硬くて、でね、裏の貝柱の方が柔らかいんですよ。これね、火を入れると逆で、火を入れるとこっちのね、表面の方が柔らかくなりやすくて、こっちのね、貝柱は結構硬くなりやすいんですよ。この貝柱の部分は、お刺身でね、食べて、で、こっちの部分は、火を入れて食べてっていう使い方をしますかね。なのでこれね、アワビの貝柱ちょっとだけなんですけど、お刺身で取って、で、こっちをね、塩釜焼きにしていきますと。肝の部分なんですけど、アワビの肝ってね、ここにちょっと膨らみがあるじゃないですか。この部分は
砂袋って呼ばれてね、ここにね結構砂を噛んでる場合があるので、ここは、取り除きますと。残った部分、今度紐を取り外しますと。このね紐に関してはちょっとね人によって意見はあると思うんですけど、食べてねそこまで美味しい部位ではないと僕は感じるので、なのでまかないに回したりだとかね、そういう使い方をする場合が多いですかね。ちょっと分かりづらいんですけど、ここにねひだひだがついてるんですよ。この部分は魚でいうねエラの部分で、食べる部分ではないので、外してしまいますと。で、砂袋とエラとあと紐外して残ったこの部分がアワビの肝ねとして食べられる部分ですよと。ではここはね、この砂袋があった位置をきれいに洗ってあげて、一緒に、塩釜焼きにしますと。で、ここからねこの釜にするね、塩作っていくんですけど、これただの塩だとこのね焼いた時に塩が固まりきらないんで、これね卵で、塩釜に使うのは、卵白のみなんでこんな感じでね取り分けてあげて、で卵黄はねいくらでも使い道あると思うんで、別のね料理に使ってあげてくださいって。でここからね塩と卵白ね混ぜていくんですけれど、塩釜焼きってそもそも何なのっていうと、蒸し焼きにするために塩で釜を作るんですよ。それなら、蒸せばいいじゃないっていうね意見もあると思うんですよ。なんですけど、このね蒸し焼きのメリットは焼いた香りがつくことなので、焼いた時にね香りが立つように、僕はね、お酒をちょっとね加えて、こう塩釜用の塩を作りますよと。塩の量と卵白の量はだいたいね、塩 500g に対して卵白1個分ぐらいを目安に作ってあげればいいのかなと。これでちょっと緩いかなぐらいですかね。人によってはね多分塩 1kg に対して卵白1個なんて方もいるかとは思いますので、そうで、ここからねアワビを塩で覆っていくんですけど、これね僕の場合は貝殻使って、でまずねここに塩敷いてあげて、人によってはねタイの塩釜焼きもそうですけど、ここにね直接ね置く人いるんですけど、僕はね直接置くとしょっぱすぎる気がするので、これは、お酒で戻した昆布、昆布に包んで、で塩で包むって形にしますかね。なので、こういった形でね包み込んであげて、塩の上に乗せて、で、これをさらに塩で覆ってあげるって形ですかね。蒸し焼きにするのでしっかりとね隙間ができないように覆ってあげてくださいと。はい、こんな感じですね。でね、これね、オーブンに入れてそのまま焼いてもいいですし、これね、炭火だとかね、下火で焼くなら、このままね、網か何か敷いてあげて、で、直接火にかければ、焼けますよと。
で下火で焼く場合は弱めの火で、このままだと下だけ焼けてどうしても上まで火が入らないので、こんな感じでね、アルミで全体を覆ってあげて、熱の周りを良くしてあげると火が入りますので、こんな感じでね、ざっくりと覆ってあげて、で、火にかけていきますと。でこれね、焼き上がりの目安はこのね、上の塩が、固まるぐらい、火加減にもよるんですけど、だいたいね30分から40分ぐらいかけて焼いてあげるっていうイメージですかね。で、今でちょうどね40分経ちましたと。こういった形で塩ね、カチカチに固まったら、あとはね割って食べるだけですよと。でね、どう割ってもいいと思うんですけど、もしね、例えば人に出すんだったら目の前でね割ってあげると、このね喜ばれるんじゃないかなとは思いますね。この割った時に塩がアワビにつかないように気をつけながら、これぐらいまでほぐせたら、昆布を剥がしてあげてくださいと。はい、そうするとこういった形でアワビがね蒸し焼きになってますんで、あとはね、切って食べるだけですと。切る時はね、どう切ってもいいんですけど、ある程度ね大きさを残してあげた方が、食感もあって美味しく食べられるのではないかと思いますんで、これをね、もし盛り付け直すのであれば、せっかくなのでね、このね塩釜の感じを生かしてね盛り付けてあげるのが、ここにね葉っぱか何か敷いてもいいんですけど、でお皿はめてあげて、でここにねアワビの身を、盛り付けてあげて、どうしてもねこの塩の焦げた感じはこれはこれでちょっとね寂しいので、これは、南天の葉っぱなんですけど、緑を多めにで、あとねアワビの肝も添えてあげればいいのではないでしょうかと。アワビの塩釜焼きでございましたと。アワビの貝柱、これなんかちょっとおまけっぽくなっちゃうんですけど、貝柱はこうやってね半分に切ってあげて、あとはね大葉か何か敷いてね、盛り付けてあげればね良いのではないかと。であとね好みですだちだとかね添えて、あとはねわさびをね盛り付けてあげれば、アワビのね貝柱のお刺身
完成ですと。